アコースティックギタリストの熊谷智久です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。普段は演奏動画のチャンネルでアップロードをしているんですけれども、今回レッスン動画のチャンネルをサブチャンネルを作りましたので、今後レッスン動画系はこちらでアップしていきたいなと思っております。ですので、どちらのチャンネルも今後ともどうぞよろしくお願いします。ということで、第1回目ですね、今回は一つ奏法をですね説明したいなと思い動画を作りました。ソロギターの初級中級あたりでトライすることが多いかと思うんですが、クイックアルペジオについてですね、今回説明したいなと思っております。まず最初クイックアルペジオとはということなんですが、クイックアルペジオという呼び方、僕自身はいつもアルペジオ式和音と呼んでいまして、クラシックギターなんかではそういう呼び方の方が一般的なんじゃないかなと思うんですが、ただ最近ではクイックアルペジオという呼び方の方が多いみたいなので、今回こちらで統一させてもらいます。で、クイックアルペジオですね、これは和音こういうですね同時に弾く和音をちょっとタイミングをずらしてこういう形ですね、ちょっとタイミングをずらしてこう弾き方、こういう形ですね。和音をちょっと潰すという言い方もよくするんですが、こういう弾き方のことをクイックアルペジオと呼んでいまして、非常にソロギターの曲の中でも、よく聴く奏法ではないかなと思うんですが、ちょっとアルペジオで、一回弾いてみるとですね、クイックアルペジオを使わずに一度弾いてみると、こんな形ですね。で、これをクイックアルペジオを入れて弾くとですね、ということで、ちょっと聞こえ方に違いが出たんじゃないかなと思うんですが、こういう形でクイックアルペジオを演奏の中で取り入れることになっています。で、ちょっと次にですね、使用される場面ということなんですが、やっぱりさっきみたいなアルペジオであったりですね、スローテンポな曲のその、和音弾き、こういうアルペジオですね、こういう時に非常によく使うかなと。ちょっと音色を柔らかい音色を出したい時なんかに、多用するというところですね。あとはテンポがミディアムテンポ、アップテンポとちょっと速い曲であってもその一瞬だけアクセントをつけるという、そういうアクセント代わりにジャッというのは入れたりするのがですね、そういう使い方をしたりとかいうのもあるんじゃないかなと思います。次に弾き方とコツなんですが、ちょっと実際に、この近い位置をですねちょっと撮影しながら弾いてみたいと思うんですが、まず D コードで、してみたいんですが、左手はローポジションの D コードを押さえて、なので親指が4弦、人差し指が3弦、中指が2弦、薬指が1弦という形に、弦を掴んでもらって、で最初に同時に弾いた場合はこうですね、バラバラに、クイックアルペジオで弾くとこういう形になります。で、弾き方のコツとしてはシールを剥がしていくようなイメージでですね、弦を最初キャッチしておいて、親指から順番に人差し指、中指、薬指、これの順番が変わることは絶対にないので、必ず親指から順番にこう剥がしていくイメージでするといいかなと思います。で、この時にクイックアルペジオという名前で惑わされるんですが、クイックという速く弾くというイメージで弾くとただの速いアルペジオになって、クイックアルペジオのような
和音に近いアルペジオにはならないので、必ずこの弦をしっかり持った状態でですね、タイミングをずらすというイメージで弾くのが重要かなと。でその時にこの4本とも指をしっかり弦持った状態でですね、弾くんですが、この、失敗例としては、親指をまず弾いた時に残り3本が弦からぴょんとこう離れるような形ですね。で戻ると、人差し指弾いた時もこう離れたりとかですね、こういう形になってしまう場合が、レッスンでしている時も結構多いんですが、必ずこれでしてしまうと普通のアルペジオと同じ形になってしまうので、しっかり弦を最初触っておいてですね、で親指弾いた時は残り3本は弦から動かない触った状態でいると、人差し指弾いた時も中指と薬指は弦から離れない、中指の弾いた時も薬指は離れないという親指から順番に剥がしていくというところがやはり一番大事になってくると思いますので、そこを気をつけて弾いてみるといいかなと思います。ですので最初はゆっくり練習して、時々同時に通常の和音の弾き方を弾いたりばらして弾いて、でちょっとスピードを上げてみたりしてですね、で弦からちゃんと剥がれていくようなイメージで弾けてるかを確認しながらちょっとずつ速くしていくと、突然できる日が来るので、根気強くゆっくり練習してみるといいんじゃないかなと思います。そして、次にこの注意点というところなんですが、クイックアルペジオの注意点としては、多用しすぎるとちょっとこうしつこくなるという、ねちっこい演奏になるといいますか、僕自身もよく多用してしまうのでいつも反省するんですが、毎回和音のたびに、潰してしまうとちょっとこうそうですね、すごくしつこくなるし、こうクイックアルペジオの効果もちょっと薄れてしまうので、そこの曲の雰囲気との兼ね合いでですね、合わせながらその量は、各自調整していけるといいんじゃないかなと思います。あとはテンポが速い曲なんかだと、クイックアルペジオはちょっとリズムを崩しているところもあるので、テンポの速い曲や、人とアンサンブルする時にあまり多用するとリズムがちょっと合わない形になるので、そういう時はアクセントだけ入れるとか、ちょっと今回は全く入れないとかいうふうに微調整するのも大事なんじゃないかなと思いますので、そのあたりだけちょっと注意してもらえるといいかなと思います。はい、ということで、今回はクイックアルペジオについて、解説してみました。また今後もいろんなレッスン動画や、その他の動画もいろいろ上げていきたいなとは思っておりますので、もしこういった題材を扱ってほしいとかそういうのがありましたらコメント欄に書いていただければ嬉しく思います。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。